皆さんこんにちは、なつきです。ご視聴いただきありがとうございます。このチャンネルでは創価学会の男性と結婚した私の体験をお話しします。ラジオみたいな感じで気軽に聞いていただけると嬉しいです。今回の動画はリクエストにお答えする動画です。Google フォームからいただきましたあるメッセージを最初に紹介します。ラジオネームバビル2世さん。私は学会員で活動していますが、あなたの YouTube すごくいいと思います。決して学会批判じゃなく、思ったままを話されていると感じます。今後の動画のテーマ、大きなテーマとして取り上げてほしいのが、なぜ創価学会は後継者である青年をたくさん作れなかったのか、をいつかやってください。創価学会の戸籍である当館というものには、40歳以下の男性青年部、女性がヤング白百合世代として、たくさん名前が載っています。子供の頃に入会しているので、名簿に名前があるのです。でも名前が載っているだけで、そのほとんどが信仰活動をしていない人たちです。ですので、座談会という会合に行っても、参加者は高齢者ばかりで若い人がほとんどいません。なぜほとんどの青年部が信仰活動をしていないのか。私なりの答えはありますが、創価学会全体を私も知らないので、本当のところ何が原因なのか知りたいです。もし聞けたら旦那さんにも聞いてください。私は現在53歳の壮年部ですが、この信仰そのものは全く間違いがないと信じています。たくさん功徳もいただきました。でも自分の子供に信仰を引き継ぐ上で強制もできませんし、理路整然と後継していきたいと思うと、なぜ多くの青年たちがこの信仰を親から教えられても、素直にやらなかったんだろう。実際に学会の青年はなぜほとんど信仰活動をしていないんだろうという疑問が湧くのです。これからも YouTube 楽しみにしています。旦那さんと2人で幸せな家庭を築いてくださいね。バビル2世さんありがとうございます。なぜ創価学会は後継者である青年をたくさん作れなかったのか。どうしてでしょうね。わかりません。私は内部の人間ではないし、正直わからないのですが、いろいろ調べてみて考えられそうなことを話します。なのでその点はご了承ください。これまでの動画でも何度かお話ししましたけど、ネットや SNS を見ることで情報を得たり他人の意見が分かったりします。今は Google で検索するより SNS で検索することが当たり前の時代です。創価学会とはこういうものだと世間からこう見られている、こう思われているという情報がすぐわかる時代だから、この宗教を信仰していいのかと踏みとどまる要素がたくさんあるからではないかと思いました。夫にも聞いてみたところ、政教新聞電子版の記事を送ってきました。こちらは有料になりますが、会員登録すれば1日1本は無料で読めるようですので、概要欄にリンクを載せておきます。読んでみたんですけど、記事全部ではなくて一部お伝えできる内容があるかなと思いましたので、該当する部分をお伝えしますね。学会員だと伝えた途端、嫌な顔をされた経験があって、自分が入会していることを言えないと悩んでいる20代から30代の人が多い。自分が努力して叶ったことも、すべて信心のおかげだとされてしまうのは嫌だ。歴史ある組織ほど年長者、先輩を尊敬する思いが強いが、若者は意見しづらい。学会の中にもヘビーユーザーとライトユーザーがいるが、集団の価値を広げるのはライトユーザーである。記事では明記されていなかったのですが、若者世代はライトユーザーが多いということなのでしょうか。私が思ったことを言いますと、今の時代は情報が多く選択肢がたくさんあり、昔より考え方や行動も自由に選べるようになっています。信心すれば絶対間違いないと思えないのではないかと思いました。信心一択ではなくて、自分の人生を豊かにするためには無限の選択肢があります。また信心しているけど会合に参加していないとか、活動の仕方は人それぞれで自由です。ガチガチな宗教っぽいことは避けた方が人は集まるような気はします。会合に参加しないなんてダメだ、承諾しないとダメだ、とは思わないのでしょう。
これまでの型にはめられたやり方、見せ方では、今の若い世代には届かないのでしょうか。ライトユーザーって言えて妙な表現だなと思ったので、使わせてもらいますね。入会しているけど熱心に活動していない人を指した表現です。若い世代の人は自分たちの給料は上がらないけど、物価や税金は上がるし、自分たちの生活を守ることで精一杯です。他人に尽くすとか、ましてや宗教を信仰するとか、そういう考えにならないことは事実としてあるのではないかと私は思います。利他の心を持てないとは言いませんが、学会活動に全力で取り組めば努力は報われるわけではない。信仰に関係なく真面目にやれば報われるという時代ではないんですよ。人間の幸福や繁栄は信仰がもたらすもの。日本において無宗教が少子化につながっているというね、コメントをいただきました。これは調べたのですが、無宗教とね、少子化は関係ありません。世界の歴史においても信仰心と人口減少は関係なく、経済状況や社会保障によるところが大きいです。少子化が深刻な問題になっている韓国では、青年部のニーズが増えているようです。これは政教新聞の電子版に記事がありました。なぜ青年が伸びているのか、発展の原動力は何かという内容の記事です。概要欄にリンクを載せておきますが、こちらも同じく会員登録が必要になります。読んでみたのですが、伸びている理由がわかりませんでした。内容は体験発表みたいなね、ストーリーでした。この記事から唯一言えることは、指定不妊の信心に発展の原動力があると書かれていました。なぜ多くの青年たちがこの信仰を親から教えられても素直にやらなかったんだろう。実際に学会の青年はなぜほとんど信仰活動をしていないんだろう。時代の流れも一因ではないでしょうか。学会も過渡期であり変わっていかないといけないという内容のコメントを以前いただきました。これまでの活動の仕方では通用しなくなっているということでしょうか。宗教団体はなんていうか、内々の閉じられた空間、秘密を共有し合っている集団みたいなイメージがあります。だから怪しいとかね、怖いというイメージがついています。私の感覚ですけど、若い世代の方がね、現実的というか、非現実なものにすがる気持ちはないような気がします。現実世界を生きるのに精一杯ですからね。なぜ多くの青年たちがこの信仰を親から教えられても素直にやらなかったんだろう。これに対して考えられることを話しますね。仮に2世だとして、自分で選んだ信仰ではなく、親から与えられた信仰の場合、青年になったら信仰しないのかもしれません。親が熱心であるなら、親と同じようにすることは難しいと感じるのでしょう。親が信じているなら、自分も同じようにという熱意が生まれにくいのかもしれません。活動を怪しい、自分の自由を縛るものとして捉えてしまう。友達の中で浮いてしまう。草加の人と言われることで自分のマイナスイメージがついてしまう。現代の青年は学会活動以外に時間を取られ、時間を拘束されることを好まない。あるいはそもそも活動自体に魅力を感じないのかもしれません。学会活動を優先することと人間関係を築いたり、自分のキャリアを築くことを天秤にかけてみると、学会活動を優先しないのかもしれません。物価高で生活は苦しくなっていますが、生活スタイルも変わり、今は便利な時代ですので、社会的にそこまで困っていない。だから信心することで得られるメリットが見えにくい。言い換えると、宗教を必要とすることがないのかもしれません。また、学会も大きな組織なので、上下関係や上からの指導が嫌とか、今の若者は体育会系のような指導する側、される側のような上下関係の文化に抵抗を持ちやすいですし、自分らしく自由にという考え、価値観が定着しているので、指導を受けて縛られるような活動は若者には敬遠されるのでしょう。フラットな関係や個人の自由を大切にする傾向があるので、
集団での活動は居心地が悪いと感じてしまう。活動に消極的だと信心が弱いと言われたり、自分らしくいたいのに組織文化に合わせることに抵抗があるのかもしれません。かもしれませんとかね、断定できることは言えないので、宗教団体などの組織文化について調べて当てはまるようなことをまとめました。AI に聞けばすぐ答えがわかる時代です。だから深く考える必要がなくなった、思考する力が弱まったのではないかと私は思ってしまいました。友達がいなくてもネット上の弱いつながりで十分だし、孤独が好きという人もいますしね。こちらのコメント欄についての動画で A さん B さんの例えを出しました。もっと YouTube のことを勉強してから発言してくださいと言われると、もう YouTube いいやって YouTube のことを知ろうとしなくなるっていう例え話です。そう方はこういうものですとか、ちゃんと学んでくださいとかね、言われると気持ちは離れます。よっぽど興味があるなら知ろうとするかもしれませんが、若者にライトユーザーが多いなら、その人たちに対して仏法は正しい、ちゃんと学んでとか言ってしまうと気持ちが離れていくのかもしれません。私もライトユーザーになると思うので、若者の気持ちを想像して言いますと、学会との関わり方は自由でいいと思うので、信仰心がないとか活動していないと言われると、そんな活動をするつもりはないと思ってしまうかもしれません。もっと仏法を理解してくださいのようなメッセージはね、よく届きます。仏法自体に浅いも深いもない。深く理解するか、浅い理解しかできない。この違いだと思います。深く理解することを私は求めていません。必要としていないのです。また私はバイトリーダーレベルしか経験はないので、組織を引っ張っていくことについて意見することもおこがましいですが、これまでの社会人経験から私が言えることは、どれだけ大きい組織のトップであっても、人生の大先輩であっても、優秀なリーダーは自分の実績や経歴をひけらかしません。どこまで行っても謙虚です。謙虚なリーダーのもとには人が集まります。学会は師弟関係の考えが根本にあるのなら、そのような師弟関係が原因かもしれません。韓国は師弟不二の考えで伸びたのかもしれませんが、日本では違うのでしょう。青年がなぜ活動しないのだろう。青年が悪いんですかね。信仰心が足りないのは青年のせいなんですかね。誰のせいでもないんですけども、質問をちょっと俯瞰して考えてみると、こんな疑問が湧きました。本当の答えはいろんな原因が重なっているからだと思いますし、本部の方でさえ解決することは難しいと思います。時代が変わるとともにどんなことを大事に思っているかという価値観も変わっていきますからね。それとですね、座談会に若者がいないのは単純に少子高齢化だからということもあると思います。ちなみにですね、夫は今の若い人すごいよと言っていたので、何がどうすごいのかわからなかったんですが、熱心な若者はもちろんいらっしゃいます。はい。ということで、私は内部の人間ではないので、推測レベルのことしかお話できませんでした。何か参考になるところがあれば嬉しいです。そして青年部の方、ぜひ率直なご意見をいただけると嬉しいです。概要欄にある Google フォームをご利用ください。今回の動画はこれで終わります。高評価やコメント、チャンネル登録をよろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。40歳以下の男性青年部、女性がヤング白百合世代として、白百合世代